こんにちは、ペンタロウです。所有バイクの川崎 W230 とホンダ CB250R の得意不得意を比較してみます。ホンダはファミリーのレベル250や CL、CRF など、川崎は KLX も交えていきます。まず体感的な加速力ですが、比べてみると CB250R が圧倒的です。正直比較したら申し訳ないくらいの差で、速さも重要視する人は W230 を買うと後悔するかもしれません。キビキビ走る CB250R に対して W230 はのんびり走る性能なのはエンジンスペックからも明らかなんですけれども、 W230 が18馬力18ニュートンメートルのところ CB250R は27馬力23ニュートンメートル、それでいて車重はほぼ同じとなっているので、当然全域で CB250R が速くなっています。ホンダはレベル250になるともっと車重が重くなって体感も差が小さくなるんですが、ホンダエンジンの方が上まで回せるのでおおむね加速はしやすいと思います。 W230 のエンジン仲間 KLX230SM は設定が違っていて、 KLX の方が瞬発力があります。 KLX のエンジンを演出のために低回転寄りにしているのが W230 なので、それによって単純に性能劣化したような仕立てになっていて、 KLX の方が走りやすいと感じる人が多そうです。それはペンタロウの体感から来る主観なので、みんながそうとは限らないんですが、正直 W230 は 125cc のグロムと勝負くらいでちょうどよく、それでもグロムの方が俊敏に走れる感覚はあるくらいで、加速力に期待すると残念に感じるため、そういうつもりで体験するのが良いと思います。次に低速の走りやすさを比較していきます。市街地の低速走行やストップ&ゴーは明らかに W230 が楽ですね。エンジン回転変動が信じられないくらいゆっくりで、これによってエンブレもきつくなく、雑に走っても挙動変化が少ないので、ずっと気を抜いて走れるのがとっても良いところです。近所の買い物、通勤通学、気張って走りたくないときはとてもありがたい存在です。ペンタロウは W230 を積載力も上げて日常のお供にしています。 CB250R は一速で加減速を続けると挙動が結構機敏で、のんびり走りたい人は W230 が向いてると思います。ちなみにホンダのライディングスクール HMS で CB250R で走ったことがあるんですけれども、ジムカーナのようなコースで加減速が多いので、おけつが擦れてヒリヒリしたという経験があります。一般道ではそんなことはないので大丈夫だと思います。高速道路などで気になる直進安定性なんですが、 250cc クラスなのでどちらも特別高くはありません。ただ比べると CB250R の方が明らかに安定していて、高速道路の時速100キロ連続走行も余裕があります。ネイキッドなので実際にはスクリーンがないと厳しいんですが、遠出もそれなりにこなせるので、これ1台でどこにでも行くというのもありかなと思います。 W230 も軽量 230cc にしては十分高速道路を走れる性能で、時速90キロ以下くらいのネイキッドの現実的な速度域では特に問題にならないと思います。時速100キロ連続走行したいかと言われると、できるけどちょっとためらうくらいのイメージですかね。CB250R にはヤマハの OEM でアクティブからパフォーマンスダンパーが発売されていて、これを装着するとさらに高速道路の性能が上がります。軽量 400cc クラスと比べても遜色がないと感じるほどの性能になって、よりレベルの高い万能マシンに変身するのでとってもおすすめです。エンジンのベースが同じのレベル250と CL250 もパフォーマンスダンパーがありまして、こちらは素でより直進安定型なので 250cc だけど遠出メインに行きたいという人はこの辺も良いかもしれません。そういうわけで高速道路連続走行を良くするなど直進安定性が欲しい人には CB250R とそのファミリーが合っていると思います。ただもっと排気量が大きい車種の方が大抵は安定しているので、長距離ユーザーはいろいろ広い目で探してみることをお勧めします。次にエンジンのトルクとパワーバンドについて体感的な差をお話しします。ピークトルクはエンジンスペックの通りなんですが、極低回転から CB250R の方がトルク感があってパワフルですね。上まで回すとさらにパワーの差は顕著になって、1万回転スムーズに回る CB250R のエンジンはとっても優秀で、ストップ&ゴーから高速の合流加速、高速連続走行まで普通に何でもいけます。W230 は低回転に寄せたセッティングなので、なんとなく自然にシフトチェンジするとトルク感が弱いゾーンを使いがちになってしまうので、それはペンタロウだけかもしれないんですけれども、多分皆さんそうじゃないかと思います。意識的に5000回転前後をキープして走るとだいぶ走りやすくなりまして、この回転域は振動も感じにくくなっていろいろスムーズでおすすめです。
全然別のバイクでスズキの 125cc GSX-R125S125 というものがありますが、これらも高回転エンジンの特性なんですけれども、その特性上5,6,000回転以上を常にキープすると気持ちよく走れるんですが、W230 も同じように意識的に高めにするとまずまず機敏に走れて、どうやらその辺をうまく使った方が燃費も良さそうですね。低回転を使うとだいぶ燃費がよろしくないという感じがします。雰囲気を出すために効率を犠牲にしたような印象があるので、そこが W230 の惜しいポイントの一つですね。次にシフトチェンジの楽さなんですけれども、いざ走るぞっていう時にはスピーディーな操作でせかせかやるのも面白いんですけれども、普段使いのバイクでは楽したいっていう人が多いんじゃないかと思いますが、W230 ファミリー、CB250 ファミリー、どちらも6速で使う回転数次第なんですけれども、シフトチェンジの回数には大きな違いはないと思います。回転変化がゆっくりな W230 の方はシフトアップが雑でも、さらにはスキルが高くなくてもそんなにひどいことにならないので、余裕を持って乗ることができます。シフトダウンのブリッピングも結構雑で、回転がいくらかずれていても許してくれる許容範囲の広さがとても気が楽ですね。 CB250R の方は比べるとよりスピーディーに操作しないとショックがそれなりにあるので、慣れないと少し気を使うかもしれません。とはいえそれほどシビアではないので、慣れれば普通だと思います。車体重量は W230 が 143kg、CB250R が 144kg とおよそ同じです。体感は W230 の方が軽いように感じるんですけれども、ハンドルの絞り角とか体感の車体寸法というものが影響するので、それぞれの人の体型によって感じ方変わるかもしれないんですが、ペンタロはそんな風に思います。 CB250R はサイドスタンドがすごいぐにゃぐにゃでですね、スタンドをかけると車体がとっても横に寝るので、起こすのに必要な力が大きいっていうのも重さの印象に影響しているかもしれないんですが、 CB250R は本当に壊れてるのかと思うくらいサイドスタンドがぐにゃぐにゃでですね、なんとかしたいんですけれども、 W230 の方はカチッとスタンドがかかって安定するので扱いやすいのがいいですね。車体のサイズ感、こちらは CB250R の方が一回り大きいような感じがするんですけれども、実際のスペックは CB250R が2020、805、1040、W230 の方が2125、800、1090となっているので、高さと長さの方は W230 の方が少し大きいです。幅はほとんど一緒ぐらいですね。シート高は CB250R が 795mm、W230 が 745mm と5センチ違うので、適正身長のゾーンが全く違います。これによってそもそもスペックや走行性能を比較するよりも、股下の長さでどちらに乗るか決める方がより良い結果になりそうという、この動画のコンセプト自体元も子もない結論に行き着いてしまうんですが、体のサイズに合うのが乗りやすさにはかなり影響すると思うので、着座位置からハンドルまでの距離は CB250R の方が遠くなっていまして、W230 はハンドルが絞られていることもあってかなり近いところにあります。これによって前傾具合にも差があって、 CB250R はちょうどいい軽前傾の身長の人が多そうで、 W230 はケツ板まっしぐらの直立くらいに感じる人が多そうです。シートもえぐられて低くなっているので、ますますケツ板バイク化しているのがこれの大きなウィークポイントになっています。燃費と航続距離の比較なんですけれども、 W230 はスペック上はリッター 40.5 キロ走ることになっていて、タンク容量が11リットルです。計算すると 445.5 キロになります。 CB250R の方はリッター 33.7 キロ、タンク容量10リットルなので337キロという距離になります。実際 CB250R の燃費はこれくらいじゃないかと思います。極端に航続距離が短くもなく、かといって長くもなくくらいの水準になってますね。W230 は実際走るとリッター30か、よくて35かというところだと思いますが、エコ運転が上手い人は40いくのかもしれないんですけど、ペンタロは全く行ったことがないです。低回転を使うとむしろ燃費が悪そうで、ある程度回すと燃費が良くなるという、そんな感覚ですね。CB250R より実際の航続距離は長いとは思います。燃料計がないので、燃料警告灯とトリップメーターで残距離を判断することになるんですけれども、トリップメーターは時計を表示すると見えないというトラップがあるので、正直この辺は微妙な仕様になってます。ただ燃料警告灯がついたタイミングで残り3リットルなので100キロくらい走れるからまあいいかというくらいのメーターの仕様ですね。
レベル250はリッター 34.9 キロ、そして11リットルなのでスペック上の航続距離が 383.9 キロ、CL250 は12リットルで 418.8 キロ、CRF250 ラリーは 32.4×12 リットルで 388.8 キロ、W230 はこの辺りとおおむね近いと思って問題ないんじゃないかと思います。積載のしやすさを比較していくと W230 は純正キャリアがありまして、耐荷重が 3kg なのでシートバッグをシートよりもやや後ろ目に積んだりとかですね、そういうことに使うくらいの使い方になりそうです。 CB250R は純正キャリアなどなくて、ペンタローはシャッドトップマスターフィッティングキットというものをつけてシャッドの箱を乗せています。耐荷重が高いのでなかなか強いですね。でもキャリア自体も結構重いので、この辺でなんとなく車重がアップしてそうな感じがします。レベル250と CL250 は充実していまして、純正リアキャリア、純正サイドキャリア、サイドキャリアは SW モテック製らしいので、見たところ純正バッグ以外にアーバン ABS サイドケースとレジェンドギアが使えると思います。使いやすいのはアーバン ABS サイドケースですね。南京錠ロックすればケース本体ごとの盗難もある程度は防げると思います。純正サイドバッグとレジェンドギアは簡単に外せてしまうので、バッグごと盗まれやすいと思われるので注意した方が良さそうです。 CRF250 ラリーはキャリアとワンキートップケースはホンダの普通のものとアドベンチャー感のある四角いものがあります。W230 の方は純正品にあまり期待できないので、社外品も探していくと、リアキャリアはデイトナの耐荷重 5kg、エンデュランスの耐荷重 8kg、ともにキャリアと同時装着もできるサイドバックサポートもあるので、この辺でうまく武装していくといいんじゃないかと思います。ペンタローは利便性に負けて箱つけてしまいました。ジビの四角いやつです。次に排気音もろもろの音全般なんですけれども、音はともに何の期待もできないと思って良いんじゃないかと思います。マフラーを変えたりしてもトルクが落ちて走りづらくなるだけで、所詮 250cc なので給排気いじると走行性能劣化が顕著になるので、あまりおすすめはしないです。諦めた方がいいんじゃないかと思います。 W230 はアイドリングだけはそこそこいい感じの音に聞こえまして、実際に走ると聞こえてくる音は高運気サウンドというところです。動画の音は本格的なプロ用機材で排気管近くで収録しているのでそこそこ聞けるんですけれども、実際に乗って聞く音はもっとしょぼい感じがします。 CB250R はスクーターに毛が生えたくらいの音ですね。どっちも 250cc クラスの普通だと思ってよろしいかと思います。音にこだわる人はもっと排気量が大きいバイクで、短気筒は 400cc くらいないといい感じの音にはならないんじゃないかと思うので、その辺を含めていろいろ探すとよろしいのではないかと思います。次に走行中ずっとお世話になるメーターなんですが、 CB250R は情報に不足がないですね。モノクロ液晶メーターで見づらくもなく必要十分という情報量になっています。 W230 は燃料計がなく、時計、トリップ、オドメーターがどれかしか表示できないので、現代の基準で考えるとだいぶ不便という、そんなものですが、ただ使っていると慣れます。二眼メーター自体は慣れると見やすいので、二眼好きにはなかなかいいんじゃないかなと思います。ミラーは W230 が見やすいですね。外の方にミラーがあるので、そのままでも真後ろもよく見えます。 CB250R は肩幅などにもよると思うんですけれども、ペンタロー個人的にはオフセットしないとやや視界が足りなく、タナックスのナポレオン 45mm で斜め奥にずらして快適な視界になっています。さあでは全体のまとめなんですけれども、走行性能は W230 は 125cc 間というところですね。加速力もミニバイクのホンダグロムくらいというのは先にお話ししましたが、その分グロムほど軽くはないけど軽々取り回しできて、高速も普通に走れるのでまず扱いやすいです。その上見た目がそこそこ雰囲気があって、こういうスタイルが好きな人には近所の橋にはちょうどいいというものでしょうか。ただそれにはちょっとお値段が高いというところが少し残念です。 CB250R は下道から高速まで何でもこなす抜群の走行性能というものですが、正直これがあれば400はいらないくらいですね。車体が軽いので機敏に走れて取り回しも楽で、ぐにゃぐにゃサイドスタンドとエンブレやや強め以外は欠点がまずないという、そんなバイクになっています。パフォーマンスダンパーとスクリーンで武装すればほぼ無敵なので、実用的に困るシーンはそんなにないですね。ただ走行性能以外の味のようなものは一切ないので、そういったものを期待する人にはあまり向かないバイクです。ファミリーのレベル250も同じような立ち位置にはなるんですが、車体が重い分機敏さは落ちます。ただ積載しやすくて使いやすいので、このスタイルが好きなら OK じゃないかなと思います。機敏さを求めるなら CB250R 絶版の今は CRF250L が妥当ですね。オフロード車になってしまうんですけれども、普
通に使うならラリーの方がおすすめです。航続距離も長くてスクリーンもありますし、シートも広いので利便性がだいぶ上がっています。という具合で用途にズレがなければどれも魅力的なバイクなんじゃないかなと思います。また近いバイク比較などテーマがあればやっていこうと思います。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。